個勝負で勝ちたいなと思うんで。Готовься, это будет война. Бig びっくり仰天1本しかなくないですか？You know that the 3 arrows thing is the coolest thing that I've ever heard. All 3 arrows and I cannot be broken. 至近距離の睨み合い、ありがとうございました。話しましょう。何か言葉を発していますアーセン選手。朝倉未来を象徴とするジャパントップチーム対山本キッド典文を永遠のシンボルとするクレイジービー。クレイジービーのやつらも負けてばっかじゃないですか。しっかり練習しとけよクソガキ。仁義なき戦い広島市東編は組織の看板をかけた代理戦争。山本キッド典文のもと一大勢力となったクレイジービー。今そのクレイジービーの看板を背負うのが彼、山本アーセン。期待という名の呪縛と肩を組んで戦い続けてきました。大臣旗揚げ戦19歳でのデビューから10年と7ヶ月。持てるポテンシャルのリミッターを外すそのきっかけ、トリガーを引くのはヒロヤかもしれない。この戦いは看板を背負った構想にしてフライ級トップ戦線への生き残りをかけたサバイバルマッチです。朝倉未来1年チャレンジでチャンスをつかみ未来の扉を開いたヒロヤ。不良上がりの JTT の鉄砲玉、今夜的にかけるのはサラブレッドの血統山本アーセンです。生き残りをかけ今ここでクロスする2人です。左足前、白いスパッツがヒロヤ、黒いトランクスが山本アーセンです。自分からどんどん仕掛けていってもう早い段階でしっかりフィニッシュを狙っていく戦略でしたね。細かい打撃を出しながらでテイクダウン取ろうみたいな感じだったんですけど、試合はそううまくいかなかったですね。さあ早くも組んでいきます。首を取りながらですが抱える。入ってますか新入選手。入ってるそのまま絞り上げる。決まる手前ぐらいまで行ってたと思います。相手の苦しい声が聞こえてたんで。入ってなかったとは言わないんですけど呼吸はできてたから、力み方からこれもうちょっと頑張らしたら握力なくなんじゃないかなと思ってちょっと泳がしてたら、ここでようやく来ました。抜けた瞬間に本当になんか一気に相手の力が抜けたのが分かったんで泳がしてよかったなと思ったですね。すごい圧力です。新竜選手やっぱりこうもう一回アーセンの圧力の話はされてましたね、新竜選手。はい、多分この体勢結構好きだと思うんですよね、アーセン選手は。壁に背中。もうちょっとでクラッチ切りたいですね、ヒロヤ選手は。レベルアップは絶対見てわかるんだけどね、際の攻撃が相手の方が上手くて多分そこがポイントになってたよね。多分足使うんだ、今できてる。膝だ、届かないか。多分混ぜながら関節蹴り。もっと本当はうるさくするはずだったんですけど、前手前足でコントロールを取りながら相手嫌がらせして入ってきたところにうまくこう合わせたりしようかなって思ってたんですけど。左ミドルだ、右につなげた山本アーセン。きた、見せておいて。そうですね、つなぎがアーセンは本当うまい。でこの膝だ、この対応に追われすぎると、これだけで疲れてきてしまうんで、ヒロヤ選手は。またバランス、エルボー、バックエルボー。1、2ラウンドはもう負けてると思って3ラウンド目ここで勝負仕掛けるしかないっていう。多分向こうもバテてたっていうことがあったんで、もう頑張ればいいじゃんと思って。左にフック返したヒロヤ。これはさあヒロヤにとったらこれ千載一遇のチャンス。来るか。うわーって来た時にバコーンって入って、これは
ダメージって受け取られたくないと思ってそこで行っちゃったんですよ。目をパッて行ってふって向いた時にバンバン来てたからあれが超悪いんですよ。アーセン続けろ、気にすんなもう。意識は一緒に飛んでるはずです。右の目の下のちょっとカットがあるぞ。意識がまだ戻っていないか。右を入れた。アーセンの右の目の下からは涙が出血。打ち合おうよって言われたから最後の10秒ぐらい。これはねお招きしてもらったらやらないわけにいかないから。左フック見えています。ヒロヤ、しかし左もらった。右を返したヒロヤ。さあラウンド戦になる。残り時間との戦い。一つ入れが効いたヒロヤ。ここで終了。お互いに残ります。あの距離で珍しいシーンですね。珍しい。今見た人2人とも勝ったみたいになりますよね。いや本当本当。もうお互いに通じ合うものがねやっぱり試合の中で生まれたんだと思いますよ。ジャッジ橋本29対28。青山本。きた。ジャッジ M2 30対27。青山本4手勝者。サバイバルマッチ。手が上がったのは山本アーセンです。ありがとう、頑張ってよ、ヒロヤ頑張ってよ。まだ体力あったしかヒロヤやりきった。出し尽くしたら出し尽くした。あと一歩だよヒロヤ。大丈夫、絶対勝てる次は。7ヶ月間っていうこの期間もあってこの結果なんで次って言えないっすね。なんか軽くちょっとしっかり考えたいなと思います。どうした疲れた痛い。キャリア初練習だよね。そうなんですよ。勘がそうだ。やっと始まって怪我ないんでよしお願いします。よしまあカットしてるよ。やったね。俺も嬉しい。よし。Sorry man, I couldn't show you a good technical fight, but I put my heart in it. 今回ちゃんと最初から最後見てケージに上がった瞬間背中が大きく見えたっていうかめっちゃかっこよかったっす。よく頑張りました。親の引き目じゃなく強いんですよこの人。だから練習通りにやればもうボコボコでしょって思ってただやっぱ練習通りにはいかない、まあ、そこが試合だから楽しいのかもしれない。また雷神さんに呼んでいただいて戦わせていただくんだったらぜひやらせていただきたいんで日々頑張って強くなって備えます。アーセン俺より強いからライジンの代表としてやっちまったな。出てよかったです。おかげさまでなんか今回の試合になったと思ってるし、だからあとは強さを見せる。一月前のブレイキングダウン判定で手が上がったのは井原陽太郎でした。戦いで挽回するしかない。さあ気合が入りました。怪物くん萩原恭平を擁するスモーカージムから参戦の選手です。緊急決定のカード初のフェザー級で怪物くんの相手に名乗りを上げました。3連勝を狙うのが宮川日向でもあります。ご覧の身長差が10センチリーチ差で5センチ上回っているのが、画面向かって右の宮川です。前滑るように前出ているのが鈴木の方でしょうか。そうですよね。フィニッシュに向かうこのどんどん前に出たいっていうのがあったんで、鈴木宏明ワンツーこれが伸びてきます。右伸ばしたら当たるなってずっと思ってたんで
飛ばしてくるな。いいですね。カジさん入ってますかね。いいですね。よく見えてますね。正直フラッシュダウンあれそうフラッシュダウンは正直キャリア初めてなんですよ。マジ？気づいたらあれ寝転んでこのなんだろうパウンドをバシバシ打たれてるんで、あれやべえ俺これで終わるのかって一瞬ちょっと思っちゃった。勝てるなと思ったんですけど、その後の気持ちの強さとフィジカルとすごかったですね。まだ時間あるからゆっくりでいいよ。キレがあります。逆に望むところか鈴木。真ん中ストーンと打つぞ。右打ったら合わされるんで、左失礼。パンチも当たっていけるなと思っても倒しに行ったんですけど、首の力が強かったですね。ますね。入ってますね。入ってます。ちょっと嫌な顔します。うわー、効いた。腰が一瞬落ちました。今度は鈴木。ゼロ距離にライト鈴木。膝、腹、顔を打ち分けながらヒジで落として、グラウンドで終わらす。膝だ。負けられない。腕を殺してる。このまま止めたい。で宮川選手ね、これ多分結構揺れてると思います。すごいですね。大逆転ですからね。これから来る。でもったいないことしてる。やっちまった絶対勝てたなっていう、だからあそこで踏みつけ行ったりすればもう終わったのかなって思うんですけど、やっちまったなっていう、またライジンさんに呼んでもらえたらバンタム級もっと荒らしていきたいんで、バンバン戦っていきたいです。やべ、久しぶりのライジンでの KO 勝ち、こんなに嬉しいんだね。またこの舞台に帰っていきたいと思います。バターをもちろんが MMA の選手になったね、打撃だけじゃないし、グラウンドだけじゃない KO ができたから、それで良かったですね。本当にはもう嬉しいです。目標は変わらず、大晦日の、バンテリンドーム大会、名古屋大会に出場する。 MMA は一つ勝ちが先行しています。鈴木宏明勝利です。見えないトーナメントやります。輝いた選手2人をピックアップして大晦日にこのベルトをかけて戦ってもらいます。井の一番に登場は21歳新時代の寝技女王須田萌衣。過酷な戦いにも黒帯を取得した自分の柔術に絶対の自信を持って臨みます。しっかり勝って次につなげたいなっていう気持ちはすごく強くあるんで、勝ち切りたいですね。 저한테는 이 기회가 마지막일 것 같아요. 사실 선수로서는 최선을 다해서 싸우려고 합니다. 最もベルトに近いファイターとも評価される元ディープジュエルストロー級王者が伊沢製菓の返上したベルトを奪いに雷神の舞台に再び舞い降ります。リーチで8センチパクシュが上回っているこのリーチ差、どういう形になってくるんでしょうか。さあ試合が始まりました。ライジンスーパーアトム級王座争奪トーナメント、これは見えないトーナメントです。遠いところから作ってタックルっていうとパク選手の距離設定にはまっちゃう。ここは今度は両足できた。ちょっと一個近いところに立ってますよね、須田選手が。持ち上げたリフトから叩きつける。打撃とタックルを混ぜて寝かせれたらいいかなっていう感じやけど。
1ラウンド目はタックルしっかり見せたらいいよ。若さもあるんで吸収力というかぐんぐん伸びてってるなって感じします。まあ、ただパク選手やっぱプレッシャーが強いですね、こういうところの。相手のいいところで勝負をあんまりしたくないみたいに自分的には思う選手です。簡単に寝かせれるような相手じゃないんで、3ラウンドかけて寝かしに行こうって。下上真ん中の蹴り分けがうまいんですね。今度は画面左のフック。いやサウスポーからオーソドックスの変化がありましたね。ターンはタイミングとか距離ですよね。顎をちょっともらっちゃったんで、見えてたんですけど、その倒れるのも分かったし強かったですね。ライジンはこれが3戦目。左ノック、パクシュ。追いかけて打撃でいく。そしてイエローカードが1枚出ているこのラウンドです。飛び込んでいった。いやダメージありますかね。どうでしょうか。ボディへの蹴りでした。少し嫌な表情にも見えます須田萌衣。腹は多分効いたと思いますよ。はい。倒し切りたかったんですけど、でも気持ちで負けたらそこで負けやと思うんで。動けてたけど肩で大きく振動。これはフェイントからの右。拍手。見えてる。左から右。いや足止まってきましたね。須田選手嫌な顔しないで。ここでタックル。動いてほしい。ここも逃れていきます。寝技したかったな。自分の土俵に持っていけなかったのが一番悔しいかな。ここで第3ラウンドのゴングです。いやでもナイスファイトです。本当ですね。3ポイント差ついてパクです。3対0、パクシューが須田萌衣を破りました。3年半ぶりのライジン。ありがとうございました。ありがとうございました。よう頑張ってる。なくない。悔しいな。痛いそこ。痛くない。痛くない。大丈夫か。聞いてない。聞いてないな。聞いてない。悔しいだけやな。悔しいだけ。でも大丈夫。ナイスファイト。なあ。それが悔しいな。まだね若いんで、これからまだまだあるんで、しっかり前に出る気持ちがあれば絶対にいける。負けてしまったんで、また一からなると思うんで、コツコツまた積み重ねて、またベルト絡めるように頑張りたいなと思います。近くなった時はなんかボクシングテクニックやりたかったんですけど、そこがちょっとできなかったんですね。これからもっともっとパクちゃんの、いいところを見ていただきたいので、恐ろしいパクシーまた戻ってきますので、大晦日でよろしくお願いします。 8월달인가 레나 선수랑 쿠주티나 선수랑 시합이 있는데 그 두 선수 중에서 이기는 선수랑 하고 싶습니다. 사우린頑張って. クリアです。クリアしました。イエイ選手 49.00 ジャストでクリアです。ジャストでクリア。 생각보다 더 너무 좋아해 주셔서 정말 감사드리고, 사실 그게 화장빨이 아닌가 싶습니다. 지금은 쌩얼이어가지고 좀 日韓アイドル対決なやり方僕見てるんですけど、もう絶対みんなバカにしてますよね。めっちゃやっぱり可愛いんで、ちょっと強さまで取られてしまったらちょっと何も残らなくなってしまうので、ちょっと結果だけは何としてでも取りたいなって思ってますね。 ライジン女子部門の存在意義が試される見えないトーナメント第2試合です。
大島を返り討ちにし、私がライジン女子戦線の希望の星になる。コリアンマッスルエンジェルイ・イジ。昨年11月ディープジュエルス大島沙織フルマークで判定で下し、一躍注目の人となっています。女子スーパーアトム級一連の見えないトーナメントは勝利以上に大切なものがあるのかもしれない。判定だったやつは絶対次に上がれないと思え。おめえらで盛り上げろ。今こそ決めのミクロクイーンの面目躍如の一本勝ち、大島沙織です。横から入ってきた人たちには渡したくないなとは思ってます。さあ反骨の大島沙織、イ・イェジのパワーか、大島が重力5を制すか。赤いコスチュームが大島沙織、ピンクのコスチュームがイ・イェジ。去年の戦いではイェジがパワーでキワキワで上を取って抑え込んで潰して勝っています。 제가 먼저 태클을 치고 타격하다가 먼저 들어오면은 못 들어오게 막고. 入れ替わりながら組の展開のところでここしつこくいけるかどうか。離れ際ね、離れ際注意だよ。イージ選手が小手を取って投げか首投げか、それを警戒してるんじゃないですかね。脇をあえて刺さないように。肩パンチと見て、綺麗に投げていった内股一本、綺麗に投げていった内股一本、すぐ立ち上がる。今度は逆にコントロールします。さあ杉山さん、ここですね、ポイント。膝十字、もう少し下向きたい。膝はドランとこうと思ってたんだよ。だけど膝十字だから公開練習でやったんだけど、柔道ではこの膝十字なかなかない技でありますが、リベンジとともにどうだ、待ってろレーダーさん。갑자기 이 리바가 들어오는 바람에 하필 제가 수술한 다리여가지고 리바 잡히고 나서 조금 머리가 좀 하얘졌던 것 같습니다.これ 후방 십자인데 주지진다요. 완파. 한 번 남았습니다. 원래 싸움은 가위바위보도 3세판이니까 한 번 더 해서 나중에 언젠가 다시 제가 이기도록 하겠습니다. 야tta! やったー、最高だね。やったよ。11月しなきゃいけない一本のどうかわからないね。これわからない。11月しなきゃいけない。いやわかんない。これリベンジできたことがすごい嬉しいし、一本がずっと取れてなかったんで取って勝つことができてもう良かったです。はい、ママどうだった？可愛かった。すごかった。ママ可愛かったね。ちょっと違う。ちょっと違うですね。そこはうなずいてくれないんだ。すいません。大阪でしかも京セラで試合をするってなって自分が出てないとかもありえないじゃないですか絶対。だって鍵ある。勝者。自分からどんどんプレッシャーをかけていってその中でチャンスが絶対何回かあるんでその少ないチャンスを絶対にものにしようって感じですかね。Прошло 7 месяцев после последнего боя. Я очень могу сказать, что соскучился по Японии. Были проблемы с нервной системой. 90 на 57. Думал оставить строй, закончить карьеру. От боя к бою готовлюсь. Так что сегодня постараюсь порадовать своих болельщиков.
ここ最近はアクシデントや体調不良など不運が重なりましたが、改めてフェザー級主戦場に戦うことを決め戻ってきました。カルシャガ・ダウトベック。広島グリーンアリーナに煙が立ち込めてきました。この煙はある一人の男による反撃ののろし。もちろん悔しかったですけど、もういいわみたいになってて、彼のその魅力っていうのをさっき喧嘩みたいな感じでやってて強くなった。目をたぎらせた反逆の相撲家萩原恭平。フィニッシュ率はどちらも 80% 近くというご覧の数字が出ています。平本蓮がリングサイド。さあまずは第1ラウンドになりました。リーチ差が 10.5 センチ上回っているのは萩原恭平の方になりますが、今オーソドックススタイルに構えています。一方サウスポースタイルに構えているのはダウトベックの方です。インローです。インカーフを狙っているのは実は萩原恭平なんです。蹴りで作っていこうと思ってて、でしっかり距離取って、でこの攻め急ぎすぎないというか。いや、インカーフいいと思いますね。これで距離をキープしつつ左が届かない距離で戦って、結構メンタル的にも過酷だと思うんですけど、左フックそこやりきるしかないですよね。勝ちたいなら萩原選手は。そうですね。Хагивара в бою очень был хорош, быстрый. У него тоже была своя тактика, подготовка к этому бою. いっぱい使ってますけどね。右。これもどっちかというと。この拳を回復いいですね。いいですね。今ちょっと嫌な顔しましたね。ちょっとペース上げたかもしれないですね。そうですか。ミドハイキック。インカーフ、あとハイキック、みんな嫌がってたんで、全てあれから削っていってパンチにつなげたかったんですけど、インカーフですね。Так что вот это у меня было в планах пропускать некоторые удары по ногам. Ему давать вот эти лоу-кики пробивать. Когда он будет бить мне ног по ногам, я хотел контратаковать и поймать его. ちょっとけど踏み込んできましたね。そうそう、ここがね、これをちゃんといいですね。足が流されています。だんだん足入れた瞬間に蹴る。瞬間に蹴る。瞬間に蹴る。ダウンを取ってったところ効いた。やはり岩石パンチは怖い。ここでパウンドアウト。一回フェイントを入れてストップして、もう一回行きましたね。ちょっとカーフ当たり始めてから萩原が結構距離縮めて、やっぱ足止まっちゃって、やっぱあんだけ足止めちゃうとダウトベックずっとステップが入ってくるんで、もう一回もらえそうだなと思ったらやっぱ案の定あったんで、いや僕余裕ですよ。余裕です。全部見切ってたんだけどさ、序盤のやつは見えなかったっすんで、いろいろなんかこの餌巻かれてたというか布石を作られとったのかなって思いましたね。もう負けちゃったんで、もう出れないと思うんで、そこはもう諦めようと思います。また来てくれれば練習に、その時はもう協力するんで、そこは勝ちたいですね。とりあえず勝つとこを見せたいです。はい、ありがとうございます。カルシャがダウトベック、これで11連勝になりました。平本選手が、この試合を見てダウトベック選手楽勝で勝てるって言ってたんですけど、Хирамото может говорить что угодно. Это спорт. Когда-нибудь, если мы встретимся, посмотрим, сможешь ли выиграть он меня в сухой или нет. スーパーライジン5
なにわの超復活祭り対戦カードの発表です。まず最初に登場するのは平本蓮。今度はステージ上、やはりあの男カルシャガ・ダウトベック。この2人の対戦が決まりました。カルシャガ・ダウトベック VS 平本蓮。デビュー戦に萩原の敗戦があって、あの屈辱があって絶対神経強くなってやろうってやってきて、もしかしたらこのタイミングでリベンジ戦、あいつはリング上でいつか出会うのかもっていう運命も感じてはいたものの、デビュー戦で俺が黒星つけられた相手があのような圧勝でやられてっていう相手を復帰戦でまたここで選択肢を僕が KO で勝てば、その過去の清算であったりとかそういうのを全部まとめてできるんじゃないかな。僕が今までやってきた対戦相手で一番最強の相手だと思ってるんで。Это все, что я знаю. Хороший боец, популярный. Думаю, получится очень хороший бой. 壮絶な打ち合いの試合になると思います。ダウトベックの切り合いで本当に勝ったらシェイドライフ次あってもいいんじゃないかっていう期待感を持てるような試合を絶対したいです。5ヶ月前の衝撃、ベラトール世界王者を圧倒した音速の貴公子が頂点に駆け上がる。圧倒的に勝って僕も化け物だぞっていうのを証明して、青みそが化け物と戦いたいです。立ちはだかるは絶叫暴力充実の鬼人、クレベル小池 VS 秋元京馬。 I'll come back stronger. ザ・ウィザード、元来のバンタム級で逆襲開始。日本の MMA 職人がいぶし銀の技を見せる。バチミックスっていう超難敵、自分なりの解き方でクリアして。佐藤将校 VS パッチェミックス。ソルジャー後藤、ウズベクの狼を迎撃せよ。世界一強いパチンカーになりたい。確変中のギャンブラーに修羅の国のサンダー王が襲いかかる。ブラックローズの金狼 VS ブレダンの暴れ獅子。町工場界最強の決め師。もうちょっと格闘技頑張ろうと思ってるんで。復活を遂げた黒光ヘラクレス。試合で見せれればな。真島 VS 武田。突如現れた23歳の新星水野新。日本一強い男は誰だ。不屈の睡蓮、王座奪取へ KO 宣言。新世代のグラップラーが一本を狙う。次のエースはいただきますよ。ちょっと黙らしたろうかなと。ケイト・ロータス VS ノエル。トヨタアリーナ東京ライジン54。